今回私たちが研究したものは最初は赤外線でぼやっと明るく光る星雲と呼ばれるものの中心に青い光を放つ星があって、その星が非常に強い風を吹いているということを知ってそのモデルを作るところから始めます。でその研究をしている間にですね、観測が進んでこのもやっと広がった赤いものが膨張していることが分かってきて、そのガスの大きさを膨張の速さで割るとちょうどそのもやっと赤く光ったものが、広がり始めた時間が分かるんですが、それがちょうど800年ほど前に広がり始めたということが分かります。でその800年ほど前に実は吾妻鏡、皆さんご存知の吾妻鏡に、1181年に客星が明るく光る、突然明るく光る客星が見えたという記録がありまして、でその記録と方角も時期も一致したために、これはその、客星と呼ばれる、今では超新星と呼ばれる、天体だということが分かりました。で私たちはその残骸の理論的なモデルを、今回可視光やその赤外線の観測だけじゃなくて X 線の観測も含めて、理論的に再現することに成功しました。はい、私たちの研究ではその先ほど重山さんが紹介してたようなよくわからない未知な天体の、モデルを構築しようということで始まりました。天文学ではさまざまな波長でその天体を見ることがあるんですけど、この天体も、その例に漏れず中間赤外線、X 線、可視光といろいろな波長で見られて、しかもそのほとんどの波長で独自のその珍しい、とても他にでは類を見ないような特徴を見せていましたので、それらを説明できるような理論モデルを構築いたしました。この研究はまず、東大の万馬研などの、皆さんのご協力の下で X 線の解析を、してもらいまして、その X 線と矛盾のないようなモデルを、構築いたしました。でこの天体は SN1181 と呼ばれる吾妻鏡や明月記に載っていた、1181年に生じたとされる超新星爆発の残骸だと考えられていて、歴史的にとても、興味深いものであると同時に、白色矮星と言われる死んだ星、例えば太陽が数十億年後になるような星の姿なんですけど、このような白色矮星が2つ集まると加速的に爆発が生じまして、それによって一 A 型超新星爆発と呼ばれるようなものが起きます。通常このような爆発では中心の跡地には何も残さないと知られているんですけど、今回の天体もそのような一 A 型の超新星爆発であると考えられているにもかかわらず、なぜか中心にまだ星が残っているといったような天体です。なのでこの天体を研究することは、その歴史的な価値だけでなく、このメカニズムもよく分かっていない一 A 型超新星爆発のメカニズムにも迫ることのできるような研究となっています。で特に今回この一 A 型超新星爆発のような爆発の跡地に残った白色矮星という星から、近年の研究ではすごい速い高速な風が吹いていることが発見されました。私たちの今回のモデルでは、この超新星爆発残骸全体のモデル構築だけでなく、この中心部分のモデル構築も行いました。というのも可視光や X 線の観測などから、この超新星残骸は通常の超新星残骸とは違って、その1個の残骸ではなくて、その残骸の中にさらに高密度な強く光っている領域があるので、それはこのウィンドによるものだろうと考えモデル構築をし、 X 線、可視光、中間赤外などの多波長の観測と矛盾のないモデルを構築いたしました。でその結果、それらの観測を矛盾なく説明できただけではなくて、その中心の白色矮星、中心に残った星から、吹いているこの速い風が最近吹き始めたものであるということを見つけました。でこの風はもう爆発が起きて、その星が形成された当時から吹いてたと、皆さん思っていたんですけど、今回の私たちの研究では、この風はその1181年から800年ほど経った今から30年前40年前ぐらいに吹き始めたものであると今回の研究では、結論を付けました。でこれは1181年から800年も経って、吹き始めたという科学的な事実も、面白いことですし、かつそれをたまたま現在の私たちが観測できたということも、とても面白い事実であると考えています。で、これは他の超新星爆発残骸とか他のような天体では一切見られないような、
現象であるので、これを研究することによってこの白色矮星の性質を知るだけでなくて、なんでこの白色矮星連星合体というものは後にこのような白色矮星を残したのかの理解にもつながると思いますし、非常に超新星爆発の研究として重要な問題だと思っています。私たちは今回の研究で SN1181 と言われる1181年に起きたとされている超新星爆発残骸のモデル化を行いました。で今のところ私たちのモデルは、この謎に包まれた天体の説明する唯一のモデルなんですけど、その1181年に爆発が生じて800年ぐらい経った最近になってから、この中心に残っている謎の天体が活発化してウィンドウを吹き始め、それが、さらに光って、強く最近光り始めたというようなことを主張しています。でこの主張は一見とても信じがたいものだとされていて、で私自身もすごい疑っているのですが、このモデルを正当化するためにはこのウィンドウが最近吹き始めたことの理論的な裏付けが必要になると思っています。そのため現在、これからはなぜこの中心の白色矮星が800年も時を超えて活発化したのかの理論モデルを構築していこうと思っています。加えて近年他の望遠鏡でもいろんな多くの望遠鏡でこの天体が観測され始めています。でその結果、一つの結果としてこの中心に、星があって、そこに周りにすごい光っている領域があるんですけど、その外側からまっすぐな棒状の本当にまっすぐな線が、見えています。でこの線を説明する理論モデルは今のところに存在しないし、このモデルを作るためにもさらなる観測が必要だと考えています。そのため私たちは、この天体を、ハワイにあるスバル望遠鏡を用いて観測する計画を立てております。で加えて通常の超新星爆発の残骸は電波でも光ることが分かっていますが、この天体に関してはまだ電波の観測が行われておりません。そのため私たちは、この天体が電波で光ることを理論的に見積もり、今後そのアメリカにある VLA というベリーラージテレスコープと言われる電波望遠鏡でこの天体を電波波長で観測し、より多くの情報を抜き出し、理論モデルにフィードバックしていこうということを考えております。